うちは見た目が可愛いに越したことはないとバイト先で出るまかないに勝手に桜でんぼをぶっかける女の子。この子はセナ、他人が自分より得をすることが許せないので、バイト先で出るまかないはおかずが一番大きいものをいかにして自分がゲットするかで脳をフル回転させる女の子。そんなうちらはおっちゃんレーダーが導く居酒屋にバイトとして潜入することにしたんやけど、ひーちゃんあれ見てみ、あそこのおっちゃん。うわ、毛量えぐ。頭にポメラニアン乗せてるんか思ったわ。確かに毛量もすごいけど、今はそこちゃうのよ。さっきから新人っぽい子が店長の前でずっと下向いてるやろ。ほんまや、なんか不穏な空気やな。これ絶対おっちゃんかトークやと思うで。一旦スイッチ入ると止まらんくなる悪質なパターンやな。おそらくこんな感じやで。昨日の仕事終わりにジム行ったんやけどな。自分ベンチ何キロいける？80。俺も全然あかんくてな。もう90しか上がらんかったんよ。94か。若い頃は100は余裕でいけてたんやけどな。ショックやったわー。っていうか全盛期は本気出してたら130いけるくらいはあったんやけどな。いやもう90とかほんまショックでショックで。自分なんぼやったっけ？80。なるほどね。出たおっちゃん特有の自慢話。正直興味ないんよな。まあその筋トレの回もあって、今ではビールジョッキ10個を余裕で客席までお届けできるっちゅうわけや。若い頃やったら最高27ジョッキまではいけとったんやけどな。待ってんの見たことないねん。己のストイック自慢とかいらん。早く仕込みに移りたい。家庭で話そうもんなら軽く聞き流されるレベルの話題やからね。上司を無下にはできんという新人の悲しいさがやね。あかん、もう一人獲物が。そっち行ったら地獄やで。ダメやって。合流してもうた。はいよはよさん、自分とこに来たな。今ちょうど俺の若い頃の話しとったんよ。最悪や、一番嫌なタイミングで来てもうたやん。昨日も一昨日もその話聞いとるし、なんやったら鏡の前のマッスルポーズ写真昨日送りつけとったやろ。マジで勘弁してほしいわ。おっちゃんの思い出話の再放送ほどきついもんないって。効率的な筋肉のつけ方教えてあげようか。いやー、自分ら羨ましいわ。俺が若い頃やったらこんなテクがあるなんて知らんかったからな。知っとったら150はいけとったはずなんやけど、自分らほんま運営は。まずは豆腐に酢を混ぜて米をオートミールにしてプロテインを朝一にな。頼んでへんねん。っていうかその話もう100万回聞いたわ。脳筋か。筋肉の前にそのどうしようもない記憶力をなんとかせえよ。俺たちはあんたの自慢話を聞くために職場に来てんちゃうねん。もうここまで来ると自慢してる自分に酔いしれて心地よくなっとるだけやからね。せやな、もう感覚としては人からなんかと一緒やで。そのうち感情が高ぶってアリーナーとか叫び出すんだちゃう。さすがにこれ以上は見るに耐えんから、良きタイミングでおっちゃんの話を止めに入るで。ラジャ店長の声が聞こえる距離になったで。まだなんか言うとるな。なに下田くん聞いてる？あれ、もしかして聞こえてないかな？そのバイトには時間通りに来てもらえると嬉しいなって思ってるんだけど。もしかしてトラブルとかあった？あれ、なんかうちらの想像していた世界線とは異なる軸で話が進んでるんやけど。面倒な上司どころか職場ですら物言えぬ悲しき店長やん。新人くんたち店長さんの話全く聞いてないで。むっちゃスマホ触ってるもんな。そもそもイヤホンしてるやん。これじゃ店長さんの魂の叫びも届くはずないわ。あかん、これ注意せな気が済まんわ。ちょっとあんたらイヤホン外して店長さんのお言葉に耳を傾けや。店長も店長やで。もっと威厳を保たんと下のもんに示しがつかんやろ。優しくするんはあかんことちゃうで。時代に合ったやり方があるからな。せや。でもなあでことをやり過ごすんは優しさちゃうのよ。私なんて学生時代は体育会系の部活やったから、それはもう厳しかったわ。ひーは帰宅部やったけどね。私が部活しとった頃はね。その後、セナミの昔語りは3時間を超えたという。